はい、皆さんこんにちは。今日のテーマは、シュートチャンスを作る、ゴールを奪うです。ベースとなるフォーメーションは1-4-2-3-1。対戦相手は1-3-5-2になります。相手のフォーメーションの特徴は、中盤が変形しやすくなることですね。このように逆三角形になったり、横並びになったり、ダブルボランチ、トップ下のような形になります。また赤のところで人数が同位になります。オレンジのところでも人数が同位になります。相手のラインは3枚になることが多いですね。またこのようにユニット、ブロックを作ってくる可能性があります。サイドがこのように空いてきますので有効利用していきましょう。それでは 3D を見てみましょう。それではサイドの3、2のポジションを確認しながらボールを進めていく方法を説明します。後ろに引いたり前に出ることによって相手の動き方を確認していきましょう。引いた場合、このスペースが空きます。さらに11番がボールにプレスに来た場合は、この青のスペースが空きます。そしてそこにボールを動かしていくためにポジションを取ります。このようなラインができ、442に特徴的なトライアングルが形成されています。この場合、11番の空いたスペースを有効利用し、ボールを前に進めましょう。ターゲットとワイドのポジションは必ず取りながら、ラインを突破することを意識して、ボールを積極的に前へ動かしていくことがポイントとなります。相手のラインを突破したら、積極的にボールをゴール前へ配球していきましょう。それでは 3D を見てみましょう。次の場面はサイドの3番が積極的に上がり、そのスペースを6番が埋めてボールを受ける場面になります。6番に対して5番がプレスに来てこのようなブロックを作っていきます。さらにプレスをかけられながらターゲット、ワイドのポジションを取り、積極的にボールを前に進めましょう。ラインを意識して積極的にラインを突破していくことが大切になります。このハーフスペースの裏にも積極的に使いながら相手を引きつけクロスを上げることがより有効的になるかと思います。それでは 3D を見てみましょう。次にセンターバックの間に8番が降りてダイナミック3を作る場面を説明します。ボールを配球し、後ろで数的優位を作ります。ターゲットとワイドをしっかり取りながらライン突破を試みましょう。5番がボールを受けましたら積極的にボールを運び、ラインを確認します。このようにブロックが出来上がりますので、その間をうまくつきながらポジションを取りましょう。ターゲットとワイドのポジションですね。積極的にボールは前に進めることを忘れないようにしましょう。この場合もターゲット、ワイド、テンポよくボールを前に進めます。素早くプレーができるようにボールをもらう前に判断ができるようにしておきましょう。それでは 3D を見てみましょう。
次の場面は中盤が逆三角形になった形を説明します。11、7が広がった時に相手がどのように動いてくるか考えていきましょう。このようにワイドに開きますと青のスペースが空いてきます。積極的にボールを動かしたいところですが、11、8がそのスペースを埋めてきて青のスペースが空きます。そのスペースを有効利用し3にボールを配球します。積極的にボールを前に進め、相手のブロックを確認しながらポジションを取りましょう。そしてターゲット、ワイドのポジションを取りながら前へ前へボールを配球できるようにしてポジションを取っていきます。周りの判断も大切ですし、ボールホルダーの判断もとても大切になってきます。積極的にボールを動かせるようにしていきましょう。それでは 3D を見てみましょう。次は3が引いて11がついてきた時にできるスペースを有効利用する方法です。7、6のポジションを確認をし、相手のラインも意識していきましょう。ターゲットのポジション、ワイドのポジションを取れるようにして積極的にボールを前に動かしていきます。3番が上がり、サポートで2対1。この場合では3番でもいいですが、10番にアーリークロスを上げるパターンを示してみました。それでは 3D を見てみましょう。次の場面は相手の中盤が横並びで相手が変形してくる形を確認していきます。11番が上がって442、さらに8番が上がり442を作ってくることが考えられます。また中盤の横並びを有効利用し10番がそのまま3番に来る可能性もあります。ラインがこのような形になります。中盤の間が空いてき、さらにこのようなトライアングルが想定されます。ターゲットとワイドを積極的に狙えるところを狙っていきましょう。形成されたラインを常に想定しながら突破を試みていきます。常に相手の裏、相手の間を意識してよりゴールに近いところを選択していきます。それでは 3D を見てみましょう。以上で今日のテーマを終了いたします。皆さんいかがだったでしょうか。